鉄鎮工房へようこそおいでくださいました。今回はマーキングゲージの制作動画をお届けします。巷にはいろんな種類のマーキングゲージが販売されており、多くの YouTuber の方が自作されていますね。鉄鎮は持っていなかったので、本当に便利なのかどうか、試しに作ってみました。まずは、いつものように、完成イメージを書き出しました。この定規に合うように作ります。材料は、余っているアクリル板の端材、厚さは 2mm です。内側のガイドは、100均で購入した、クリアケースの板、厚さは 0.4mm です。大きさは適当です。ここでは、5cm×3cm で切り出しました。切り出したアクリル板の断面をヤスリで整えます。垂直に立てて、断面を直角にすることがポイントでしょうか。切り出したアクリル板の中に定規のガイドを作りますが、せっかくなので2種類の定規が使用できるように工夫してみます。定規の厚さが 0.5mm と 1mm で、クリア板が 0.4mm。なのでクリア板を4枚重ねます。まずは、厚さ 0.5mm の 15cm 定規のガイドから貼り付けます。接着剤はアクリル専用のものを使っています。クリア板の材質は PVC なので、接着力は弱いですが、後でネジ止めするので、作業中にずれなければよしとします。次に、厚さ 1mm の 30cm 定規のガイド。本体と直角になるように、慎重にクリア板を貼り付けます。ガイドが貼り終わりました。次に、四隅にネジ穴を開け、がっちり固定したいと思います。最初に、1箇所だけネジ穴を作ってネジ止めし、全体がずれないようにします。以前、アルミ製ミニバイスを作りましたが、あと少しが広がらず、掴むことができませんでした。残念。はい、これでずれないでしょう。残りの穴も加工します。天板の真ん中にネジ穴を開け、定規を固定できるようにします。完成です。最後に、ヤスリで削って形を整えます。定規に傷がつかないように、中央には、自作アルミネジを使いました。さて、使い勝手はどんなもんでしょうか？
外れたり、ガタつきもないようです。ちゃんと、直角も出ています。定規と、ゲージの底面の差は、2ミリなので、カッチングシート上でも、問題なく線引きできます。定番の使い方も、バッチリ再現できました。この他にも、ノギスのように、材料の高さの測定や、溝とか、容器の深さなども測定できます。さらには、模型作りなどで、同じ長さの部品を切り出すとき、これがあれば随分作業効率が上がりますね。最後に、もしかしてと思い、定規を2枚重ねてみたところ、便利な使い方を発見したのでご覧ください。いかがでしたか？マーキングゲージって、こんなに便利だとは思いませんでした。これを使えば、ちょっとは工作の腕が上がるかな？鉄鎮工房に、また来てね。